こんにちは、アバウトホームのゆうへいです。前回の動画ではこちらの部屋を模様替えしました。仕上がりはこちら。動画のリンクは上に貼っておきます。今回はデスク環境を良くしました。また生活感の出やすい配線についていくつか手を加えています。これは普段のインテリアの見せ方にも応用できるので、興味があれば最後までご覧いただけると嬉しいです。模様替え後、たくさんのものを購入しました。良いものは共有したいので、後ほどご紹介させてください。パソコンに接続するディスプレイモニターです。モニターを購入したのはノートパソコンだと下ばかりを向いて首の疲れが目立ってきたためです。タイプ C ケーブルでの給電と接続が可能な LG の 4K 対応のモニターを購入しました。こちらのモニターのデメリットは電源が大きいところ。これはちょっと残念なポイントです。モニターアームです。デスクはできるだけ広々と使いたいので購入しました。それに宙に浮いているモニターってなんだかかっこいいじゃないですか。付属品はいくつかあったのですが、実際に使ったのはケーブルをまとめるワイヤーとアーム本体だけでした。エルゴトロンの OEM 製品です。本家のものと作りは一緒で少しだけ安いのがポイントです。では実際に取り付けていきます。モニターアームを取り付けるのは初めてだったので、最初は結構戸惑いました。でも実際はすごく簡単でした。まずディスプレイとアームのマウントを取り付けます。その後デスクに取り付けた支柱に差し込むだけ。調べてみるとモニターってものすごく多くてかなり悩んだんですけど、その中での決め手がいくつかあって、一つに背面が白いっていうのが大きなポイントでした。というのも黒の背面と壁と同色の白い背面では圧迫感がかなり違うからです。インテリア目線だと結構重要なポイントだと思います。こちらにコードを通せるようになっています。黒いアームと同じ色のケーブルを使ってできるだけ目立たせないようにしたかったので、このケーブルを用意しました。でも失敗しました。新しいものに手を出すときは失敗はつきもの。反面教師として皆さんは失敗しないでください。あれ？映らない。はい、これが失敗したことです。とはいえ、この時は設定のせいかなと思っていたので、このまま続けました。設置完了。続いてケーブルをできるだけ目立たせないようにしていきます。止めるのには100均のケーブルホルダーを使っています。くっついたかな？パソコンとモニターをつなぐためのケーブルはサイドから通します。ケーブル類はこれを使ってまとめることにしました。すごく良いアイテムでした。アンカー大好きです。ライトニングケーブルやタイプ C ケーブルでつなぐのは iPhone、iPad、Apple Pencil、キーボード、マウス、ヘッドフォン、あとはカメラ機材など多々あります。なのでケーブルをたくさん用意しました。ケーブルボックスからデスクの横へケーブルを通していきます。そしてデスク上でまとめるっていう関節図を思い描きました。デスク上からは見えないようにサイドにまとめるのも選択肢の一つではあったんですけど、今回は使いやすさを重視しています。ソウルビットのケーブルホルダーです。まとまりました。試しにつないでみます。今回もデスクライトは IKEA のものを使用していきます。このデスクライトの唯一の弱点なんですけど、ここでしかオンオフができない。
こうやって飾ってしまうと正直つけにくくなります。これは何か手を打たないとダメですね。ということで、スマートプラグを使います。これは本当に便利でおすすめします。Amazon のエコーフレックスを使って音声で操作できるようにしました。アレクサ、デスクライトをつけて。これでいちいちスイッチを押す手間がなくなりました。ディスプレイをモニターアームに取り付けるとこうやって使うことができます。便利じゃないですか？今回購入したものは概要欄に貼っておくので、気になったものがあればそちらよりご覧ください。画面表示ができなかったのはやはりケーブルに問題がありました。タイプ C ケーブルでも物によっては映像出力ができないものがあるってことが分かりました。付属していた白いケーブルではちょっと目立ちすぎですね。後ほど 4K 対応の黒いケーブルを買い直して問題は解決。見た目が全然違います。そしてディスプレイモニターのあの大きな電源はというと、家にあったボックスを使って隠しています。こちらの方も少し手を加えていきます。コクヨの強力マグネットシートです。これをマルチタップの裏に貼ってスチール製の無印のシェルフにくっつけていきます。目立つな。ちょっと付け替えます。この方が目立たなくていいですね。動くと使いづらいのでこちらにも貼り付けます。カメラの防湿庫もスチール製なのでマグネットシートがいい感じで固定してくれます。はい、バッチリ。なんか病みつきになるな。そして機材を一番置きやすくてすぐに給電したい時のために棚の上部にも配線しておきます。最初くっつけた時にポロッと落ちてきて焦ったんですけど、もう一度圧をかけるとちゃんとくっつきました。よかった。細々とした機材がたくさんあるので少し整理します。僕の苦手な収納です。あまり使わないもの、まあまあ使うもの、よく使うもの。はい、収納って呼べるほどのことはしていません。これは使いながらまた決めていこうと思います。さらに使用頻度が高いものはこちらに置いておきます。MacBook Pro を閉じたまま使うときにはキーボードが必要なので購入しました。Apple の Magic Trackpad。正直マウスでも代用できるのですが、一つ揃えると色々と欲しくなるじゃないですか。Apple の Magic キーボード。他の候補としてはサテジのキーボードがあったんですけど、純正品に勝るものはないのかなと思い、こちらにしました。電源は上部についています。キーボードの電源も上部についています。薄い。使った当初は薄すぎて少々使いづらく感じたのですが、慣れると全然大丈夫ですね。デスク環境はほぼ整いました。ただ改善の余地はありますね。例えばこちら、このまま置いておくのは見た目がいまいちなので、縦に収納できるスタンドがあったらいいですね。マジックキーボードの打刻音を聞いてください。これ最高じゃないですか。つ
き合ってくださってありがとうございます。トラックパッドも幅が広くて使いやすいです。これからますます編集作業が楽しくなりそうです。そして最後の課題がこちらのライト。もう少しアクセントのあるものに変えたいなと思っています。こんなのいいんじゃないとか、雰囲気の合いそうなものをご存知でしたらコメントして教えていただけると嬉しいです。本日はここまで。もし動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。そして次回の動画ではものすごく素敵なコーヒーメーカーをご提供いただいたので、それを紹介したいと思います。ぜひお楽しみに。ではまた。